ちょっとだけコアな時計って惹かれますよねっていう話です。で、なんでこの話しようと思ったかというとですね、先日嫌味にならない時計っていう動画を出したんですけど、そのコメントに看過できないものがあったんですね。皆さん経験があると思いますが、YouTube を見ていると物欲を刺激されますよね。当然ながら私もあるんですけど、先日ですね、久しぶりに食らいまして、私の場合は動画じゃなくてコメントなんですけど、その九段のコメントですね。ちょっと軽めに火をつけられましてね。とはいえ、その時計なんですけど、すでに廃盤になっているので、まあ、買うかと言われたらなかなか手は出しにくいんですが、どうしてもこの時計の話をしたいので、動画にしてしまいました。もったいぶらずに言いますと、ジャガールクルトのジオフィジックトゥルーセコンドですね。で、この時計は2015年に発表されたもので、先ほどもお話しした通り、すでに廃盤になっちゃってます。すごく今更な時計なんですが、話したいのでちょいと語ってみますと、このモデルには元となったオリジナルのモデルがありまして、同じジオフィジックっていう名前のモデルなんですが、オリジナルモデルは1958年にメゾンの125周年を記念して発表されています。さらに国際地球物理学年にも合わせているみたいで、この時計自体が科学者向けに開発されたものらしいですね。そのため対磁防水機能が高くて、あと視認性にも配慮された実用時計だったみたいです。最近ジャガールクルトがコレクタブルズっていうメゾンを代表するタイムピースの認定中古的なものを展開しているんですけど、その中にもラインナップされていましたね。余談ですが、そのコレクタブルズのジオフィジック、だいたい850万円くらいするんですね。えぐいってはい、オリジナルの話はその辺にして、ジオフィジックトゥルーセコンドなんですけどね、これがですね、いいんだわ。まず見た目、普通の三振にデイト。初見の時はこの針がどうかなと思ってたんですよね。全体的にドレス要素のあるデザインなのに、中途半端に夜光付きの針っていうのがはまらなくて、割とスルーしてたんですが、今見るとこの色味がクラシックで、かつカチッとしすぎない感じで、なんだかんだちょうどいいと思いますね。最近の世間の雰囲気的にガチガチのドレスウォッチよりも、ちょっとカジュアルめな方が人気があるので、今に合うデザインだと思います。まず好きですね、この見た目。とはいえ、全体的に見てあまり特徴のないごくごく普通なデザインですよね。そこがミソだと思うんです、この時計の場合。というのも、この時計の最大の特徴は機能にあるんですよね。その機能にこの見た目がすごくマッチしていると思います。じゃあその機能何かって話なんですけど、名前にトゥルーセコンドってあるじゃないですか。その名前の通りトゥルーセコンドなんですよね。ええ。普通の機械式の時計って秒針がカチ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 って小刻みに動くじゃないですか。いわゆるスイープ運針ですね。で、この時計はですね、クォーツみたいに1秒ごとに動くステップ運針なんですよね。え、だからなんだって？秒針の動きが変わるだけです。ただそれだけのことです。ただそれだけのすごく地味な機能なんですけど、それを機械式の時計でやってしまうこと、そしてこの地味なデザインの時計にその機能を積むっていうところが実に奥ゆかしい。なんというかすごく心をくすぐってきますね。機能的には無駄とも思えることをやる。いいですね。で、ちなみになんですが、この機能、どれだけ難しいことをやっているのかっていうのをごくごく簡単に表した数値がありまして、これいろんなところで言われていることなんで紹介しますと、ジャガールクルトの普通の三振と、あとデイトの自動巻きのムーブメントの部品が219個なんですが、この時計は部品の数が275個なんですね。あとは比較としてポラリスクロノグラフが248個で、マスターウルトラスリムトゥールビオンが271個。いや、えぐいってこの機能にするために部品がめちゃくちゃ増えるという事実、それだけ聞いても面白くないですか？で、あとはこのムーブメントの添付もユニークで、普通は点割って円なんですけど、これは輪っかになってないんですよね。ジャガールクルトのロゴをイメージしたデザインらしいんですけどね、空気抵抗を減らせるっていうメリットがあるみたいです。
それからいただいたコメントにも書いておられたんですが、日付合わせをするときに単身しか動かないようになってるらしくて、操作禁止時間帯がないそうなんですね。いや、面白すぎるやろこの時計。多分興味ない方にとっては、それで的な時計なんですよ。なんで秒針の動き変えるの？それする必要ある？と、そんな風に考えてた時期が私にもありました。しかしですね、そんなところがすごくおしゃれなんじゃないかと私は思うわけです。おしゃれっていうとなんか軽い感じがするので、なんと言えばいいんでしょうね。やっぱり奥ゆかしいでしょうか。はい。ジャガールクルトって技術力があるでおなじみのブランドなので、その技術を使って出したのがステップ運針のシンプルな時計っていうのがまたツボですね。なんとなく技術の無駄遣い的な、いや無駄遣いではないんですけど、一部の時計好きに刺さるような仕様になっていますね。あとは最後に一応気になるところを言っておきますと、これしょうがないんですけど、少し分厚め。そのくらいでしょうか。で、この時計、廃盤になっちゃっているっていうのもありますし、機能があまりにもマニアックなので、皆さんにおすすめできるかっていうと、そうでもないんですが、コメントを見て思い出してしまいまして、こんな時計もありますよ、となんとなく紹介したかったんです。しかし、この時計どうだったんでしょうか？人気があったんでしょうか？ジオフィジックってこれだけじゃなくて他にもユニバーサルタイムとかもあったので、一応シリーズ的な展開もしていたんですよね。すでにシリーズがなくなっているので、あまり人気なかったのかなと勝手に推察しているわけですが、違ったらすみません。なかなか万人受けする機能ではないですよね。時計いっぱい持ってますよみたいな方を狙っていた商品のように思います。だからなんか非常に残念ですね。ただこういう時計を作ってくれるっていうところが私がジャガールクルトが好きなポイントでもあるなぁとしみじみと思っちゃいましたね。いやお前いろいろ言うけど結局買ってねえじゃねえかっていうツッコミもあると思うんですけど、これはですね、当時の自分の見る目がなかったなーってそう思いますね。今になって良さが分かってきたっていう感じなんですけど、なんと言いますか、この時計には時計趣味の極意みたいなものが詰まっている気がしてですね、運針だとクォーツにしか見えないじゃないですか。しかも地味なデザイン、普通の人からすればなんともない時計好きの人から見てもさすがにジャガールクルトのロゴを見ればおってなりますけど、遠目に見ても気にならないようなものですよね。ところがこの地味な時計の中には超絶機構が詰まっている。いやあかんってこれってなりますよね、今だったら。はい、これはそういう意味で軽めに後悔する時計でしたね。なんかお堂の時計を紹介するっていうのもいいんですが、こういうちょっと邪道というかニッチなところを攻めるのも面白いですね。皆さんが興味あるかはかなり疑問ですが、他にこういうマニアックなモデルがあればぜひコメントで教えてください。それでは今日はこの辺で、あったかくして寝ろよー。